はい、皆さんはじめまして、こんにちは。津軽三味線黒澤博之です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにね、津軽三味線というものは今から154年前に生まれた一人の少年、秋元仁太郎さんという方が三味線を持って、この方は8歳で両目を失明し、11歳で両親を亡くし、天涯孤独となって門付け芸人になるために三味線を持ったというふうに言われております。20歳過ぎにこの三味線を持って、本当の三味線を演奏したいということで、実は潮来修行というものをやったわけですね。7日7晩不眠不休で物も一切食べずに、そしてその潮来の修行をして三味線を手にした時に今のこの三味線奏法が生まれました。そして、この潮来修行をしたからこそ人の魂の入った三味線、そして御霊の供養にもなる三味線、ほとんど、今僕がこうして弾いている三味線っていうのはもう御霊供養の三味線といっても過言ではありません。今弾いた曲は震災で亡くなった方々への、思いを、毎回どこのステージでも弾かせていただくんですけど、もう何百回何千回って弾いてますけど、まだまだ足りないですよね。そういった意味で、今日はお声をかけていただきました。ここに来て、いろんな話をちょっとさせていただきたいと思います。僕の生まれたところは盛岡なんですが、盛岡在住で、震災当日は自分のスタジオで強い揺れを感じました。ところが僕のお弟子さんというのがいましてね、お弟子さんはほとんど沿岸なんです。宮古、そして大槌、釜石の鵜住まい、陸前高田、気仙沼、僕の仕事場はほとんどそんな海そばのね、今までは本当震災前は素晴らしい景観のところだったわけです。それが震災によってまずは生きてるのか死んでるのかから始まりました。皆さんも同じだったと思います。まずはそこから始まったんですけど、残念ながら僕のお弟子さんのさらにまた下のお弟子さん一人、亡くなってしまったんですけれどもね、いろんな、地獄絵みたいなものをこの目の当たりにしてしばらく三味線を弾く気なんかは全くなかったわけです。そんな時に一番弟子二番弟子が家を全壊津波で持っていかれまして、避難所で生活をしておったんですが、音楽が欲しいと3月下旬に言われました。それで、それまでは大船渡陸前高田の方へ救援物資を個人で運んでたんですけどね、音楽が欲しいと言われて避難所に行ったわけです。大槌の城山体育館、意外に元気なんですよ。皆さん城山体育館にいる避難所の人たちみんな元気で、その時なんで元気だったのかって今思えば悲しんでる余裕がないわけです。今の現状をよく把握できてなかったんです。その時まだ何が起きてるんだろう今っていう、街に出ると瓦礫です。何が起きてるんだろうという状態だったんですね。そして笑って話をしてたんです。笑って話をしてたんです。でも、もちろん泣いてる方もいらっしゃいました。そんな時に、いろんな慰問して三味線を弾いて、そして、避難所にいる一人のおじさんが大きい声で言ってたんですけど、これからいろんな演奏しに各地へ回ると。でこれから全国のみんなに助けてもらおうと。何かみんなに伝えたいことあるかって言ったんです。そしたら一人のおじさん、家族亡くしたんでしょうね。俺たちは元気だから心配するなって言うんですよ。で、今だけ助けてくれって、今だけ助けてくれって、そしたら東北の人間は必ず何かの形で返すからって言ってたわけです。それを聞いて、かなり元気をもらったわけです、当日は。ところがそれから3ヶ月経ちました。そしてまた避難所へ行ったわけです。そしたら一人一人の避難所の居住区の区画1メートルぐらいの高さで段ボールがこう板のなんか塀みたいになってるわけですよね。隣近所と話してないわけですよ。でこれはどういうことだろうと思ったんです。なんでかなって思ったんです。全く大丈夫、
みんな顔色悪いですよ。体調悪いの？もう我慢の限界だったわけですよね。6月過ぎの頃は我慢の限界、もういつまでここにいたらいいのっていう状態。そして最初行った時は近所の人とか隣近所の人と一緒に逃げたんで、そこにいる避難所はご近所様で部落ができているような状態だったわけですよね。3ヶ月経つと仮設住宅ができました。仮設住宅ができたんだけれども、その仮設住宅に入居する人たちはまずは家族の構成等を優先していくので、そしてその頃は周りの小さい避難所を閉鎖して城山体育館に集まってきたわけです。隣近所が知らない人たちばっかりなんですよね。そうするとお互いの苦しみ悲しみを分かち合える、話ができる人がいなくなっちゃったわけですよ。自分の殻に閉じこもったがためにだんだん段ボールの高さが高くなっていくわけですね。絶句しましたね、あれは。今みんな仮設にはね住んでますけど、でも海そばで生まれ育った人たちがいまだにその目の前の海を見れないで生きている人もたくさんいます。そしていまだに、自分の家族で1人だけじゃない2人3人って亡くなって、それを立ち直れないでまだ苦しんでいる人もいます。もちろんこれは皆さんご存知だと思いますけど、でも、6月7月から漁業農業、要するに自分が何かをしてやっていけるものがあるんで、今早期復興っていうことで頑張って進んでます。ところがその復興を頑張ろうって言ってまずやることがあって頑張ってる人たちの温度と、仮設にいて失業してしまって何もすることがなくなってしまって、あと1年と何ヶ月かで2年が大体期限ですよね、仮設住宅は。あと残った1年何ヶ月でどうやって生活していくか、何をすればいいのかっていう人が大半です。そういう人は復興って言われてもまだ立ち上がっていけないわけですよね。そんな人たちとの温度差がだんだん広がっていくわけですよ。で、僕はこの三味線を通じて仮設の何もできなくて本当に困ってる人たちの話をまずは聞くことなのかなっていうふうに思ったんですね。例えば人っていうのは何か自分がすごく辛いことがあった時にまず誰かに話したくなりますね。友達にしても大切な人にしても。そういう人が周りにいないわけですよね、仮設にいると。そうすると自分でだんだん閉じこもっていく、体調悪くする方がたくさん出てくると思うんですよ。そこで周りから知らない人に頑張ろうよってポンって肩を叩かれても頑張れないわけですよね。その人の話を聞いてあげる、吐き出したいものを全部吐かせる、一緒に泣いてあげる、それがその人にとって初めて元気っていうのが生まれてくると思うんですよ。今街には更地になってて何もないですよね。これから区画整理、立ち入り禁止区域、いろいろあると思います。だけど今がチャンスだと思うんですよね。街づくりの復興として何もないわけですから、何でも作れるわけですよね。自分たちが思う街を何でも作れるんですよ。どんな格好でも作れるんですよね。そういうアイディアっていうのが、そういう温度の一番低い底辺のところの人たちが1度でも2度でも3度でも上がれば、その分新しいアイディアが生まれて新しい街ができるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。こういったことで、津軽三味線、最後にね、聴いていただきます。もう残りも時間がないので、今度は元気になるような曲を弾きたいと思います。ぜひこの曲は皆さん目を閉じて聴いてください。津軽三味線即興演奏です。
黒沢さんありがとうございました。実はですね、最初のオープニングの曲で出てきました三味線の音は黒沢様が天地人というバンドで非力三味線で弾かれてる音です。で実際なかなかと気持ちのこもった、お話をしていただいて、津軽三味線が2分ぐらいしか聞こえなかったということで、僕自身としてはもっともっとこの津軽三味線を聞きたいのですが、観客の皆様はどうでしょうか。はい、ではということであともう少しほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、じゃあここから僕は追加料金いただきたいと思いますけど、嘘です。こうした笑い声が今被災地に元気の木っていう形で多分送られてると思うんですよ。どんどんね、元気になってもらって、温度差を縮めて、もうみんなが想像つかないような新しい街をきっと作るんじゃないかなっていうふうに思ってます。微力で本当に僕は何もできないですけど、僕は何もできないんですけど、その気持ちだけはあります。明日大槌へ行くんです。そして大槌小学校へ行って、先週京都の方で、演奏したんです。心の時代ということで、この震災のお話をしながら三味線を弾いたら、そこに来た万華鏡ミュージアムっていう万華鏡を作る会社っても展示するところがあるんですよね。その館長さんが今までは石巻かどっかに小学校とかに送ってたそうなんですよ、万華鏡を。今度は大槌の小学校に全校生徒分、万華鏡を送ってくれるってことで、実は一昨日届いたんですよね。で明日は、僕は非常勤講師で小学校に3時間目4時間目万華鏡の作り方を教えに行ってきます。今はね、街は瓦礫で何もない目で見る癒せるものがない、だから万華鏡を作ろうっていうことで、明日は三味線も弾いて、やっていきたいと思います。で、今から急に振られたので何弾くか考えてないんですけど、さっきなんか津軽三味線で何かいろんなことができるんじゃないかっていう話をされたので、ちょっとこんな感じの曲もできますよっていうことでいろいろやってみたいと思います。あんまり面白くないですね。じゃあ、真面目にやりたいと思います。皆さんの、ちょっと皆さんに協力していただきたいんですけども、そうですね、このリズムで手拍子をいただいていいですか。タンタン、ちょっと早い、もうちょっと遅く、せーの。おお、さすがリズム界ですね。そのままですよ。
りがとうございました。